また夏が戻ってきた。二度と来るなと言っただろう。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね。そうね、労働面、とにかく今日もまたね始まっちゃいましたね。そうですね。そう、今日は宗教は滅ぼすべきである第5弾ということでね、話をしてまいりたいと思います。そうね、なぜ宗教を滅ぼすべきかね、またいろいろそう話してまいりましたけれどもね、そう話がつきませんね。そう、人類の歴史の悲劇のそうですね、半分くらいは宗教関わってるんじゃないですかね。戦争の元になったね原因のね、近代においてはそうないのかもしれませんけど、いやあるか、今でもね、イスラムとユダヤのね争いなんかのね、パレスチナイスラエル戦争ね、中東におけるね、中東とアメリカの対立とかね、もういろいろもうね、宗教が原因の戦争ですよね。戦争の原因になってきたことはもうね、世界史を見れば明らかですからね。宗教がそれだけ悪である、ね、神を崇めて世界平和を願うなんて言っておきながらね、初めっからもうね、世界史の初めっからもうあれですからね、宗教戦争が元でね、人間の体がバラバラになったり血を流したりね、悲惨な飢饉、貧困、レイプ、いろいろね、もう戦争が原因なの、もう盛りだくさんでね、盛りだくさんですよね。そういった面から言っても宗教はやっぱり滅ぼすべきですよね。日本のね与党がねたっぷりとね、そうカルト宗教と手を結んでね連立を組んでいますけれども、その連立の中にあるカルト宗教にさらにね追い打ちをかけるように長年ね、そう与党である自民党にね食い込んできたのはね、また他国のカルトですからね。日本独自じゃなくて他国のねカルト、政治にも食い込んで、もうね政教分離なんてもう日本にはみじんもないですからね。そうただでさえですよ、我々は人生をね反出生主義者として言わせてもらうのならばですよ、ただでさえ人生を生きていく上でですよ、頭のおかしい人たちとの付き合いでね、もううんざりするほど疲弊しているわけですけれども、それに加えてね、宗教を信奉しているこれまた頭のおかしい人との対話っていうのはもうね、疲労の上に疲労が重なるわけですから、もう本当に勘弁してもらいたい。そういった観点からもね、宗教がいかに悪であるのかっていうことが分かっていただけると思います。もうおかしいですよね。宗教っていうのはね、その宗教の中における哲学、行動理念っていうのはね、人を幸せにするみたいなね、そう人生の真実に目覚めさせた上でね、そう神との対話なんかないですけれどもね、そう神の庇護を受けたり、そう全身を投げ打ってね、そう天国に至る道を指し示すみたいなね、そういうね大風呂敷と言いますかね、
大きなことを言いますけれどもね、やってることはね、マウントの取り合いであったりね、なんです、排外主義と言いましょうか、なんて言うんでしょうね、こう隔離政策的なね、なんて言えばいいんでしょうね、こう先民思想と言いますかね、排除思想と言いますかね、やってることはもう真逆ですよね。信者を囲ってね、周りにいる人たちは悪であるみたいなね、そんなことをずっと言い募ってる、ね、どこが平和的でね、愛あふれるね、まあなんて言うんでしょうね、ピースフルでフリーダムなみたいなね、魂の解放とかね、嘘ばっかりですよね。そういや、そういうなんて言うんでしょうね、そういう感じなんですよ。そうだから宗教は滅ぼすべきですよね。そうまあこのチャンネルはね、世界を滅ぼすチャンネルなんでね、あらゆる対立を支援したいと思いますから、あらゆる対立を誘発してね、捏造までしてね、人類を争わせて滅亡に導きたいと強く思っておりますけれどもね、単に私が不快なんですね。もう宗教で目の焦点が合っていなかったりとかね、目が異様にキラキラしている人たちが不快なんですね。とても不愉快なんですね。しかもね、山上大先生のお母様たちを含んだね、そういうカルト宗教の人たちがね、一般のね、ただでさえ苦しんでいる我々の人生をね、めちゃくちゃにするわけですよね。実に許せないですね。そういうのが単純に私不愉快なんですね。不愉快ですね。そう皆さんもどうでしょう、不愉快じゃないですか。まあね、そんな感じなんですよ。私そう今回ね、第5弾の動画を撮ろうと思ったのはね、そう私事のエピソードも一つ絡んでいるんですよね。それは何かっていうとね、詳しく状況とかでいろんなことを話すとね、私がね、なんて言うんでしょうね、ちょっとまずいことになるのでね、まずいことになったっていいんですから別にね、そうこんなね、別にいいんですけれどもね、とあるね、イスラム教徒のね、清掃をしたね、ちゃんとイスラムの衣装をちゃんとまとった男性のね、しかもちっちゃい女の子を連れた親子なんでしょうけれどもね、子供連れですよね。イスラムの清掃をした親子をね、ちょっとしたことで助けてあげたんですよね。20分30分ぐらいかけてね、そう困っていたんで、助けてあげた。イスラム教徒となんて言うんでしょうね、イスラム教徒がアメリカヨーロッパでも他の国々でもね、いろんな問題を起こしてますけれどもね、彼らはね、やっぱ他の宗教よりもね、なんて言うんでしょうね、排除思想、周りのイスラムじゃない人間はゴミであるみたいなね、先民思想が非常に強いですね。全く強いですね。相入れないですね。理解し合えない、分かり合えないという経験をしましてね、助けてあげたのに、感謝の言葉なんて私はね、求めてはいませんけれどもね、助けたけれどもね、大して喜びもしないしね、笑顔もないし、もちろん感謝の言葉なんてないし、ああいう態度を僕は実体験として得たわけですけれどもね、つい最近ね。
その時思いましたね。日本の移民政策だけじゃなくて世界中の移民政策においてイスラムが問題を起こしている。やっぱり彼らは全く自分たちのこの宗教観における先民思想を絶対変えないんですね。アラーだかね、ヘラーだか分かりませんけれどもね、マホメットだかね、ヘルメットだか知りませんけれども、やっぱりね、なんていうんでしょう、イスラム教徒でなければ人にあらずみたいなところがあるんですね。驚きました。彼の理由。ちっちゃい女の子はね、僕とふざけ合って、やっぱり人間だなと思いましたけれどもね、やっぱり思想がまだ入ってませんからね、やっぱりどっぷりとね、宗教の思想に入ってね、やっぱりね、この日本国内においてわざわざ清掃でね、またね、彼がね、僕が助けたイスラム教徒がですよ、観光客ならまだいいですよ。もう完全に日本に根ざして暮らしているやつなんですよね。だから多少日本語もできるんですけれどもね、たどたどしいながらね。いやー、分かり合えないなと思いましたね。僕もいろんなね、外国人とこうね、あれですよね、ストリートだったり労働場だったりっていうところでね、ちょっとは触れ合ってきましたけれどもね、あんなにリアクションのない連中はいませんね。なんていうの、敵外心たっぷりっていうかね、敵外心というよりもね、敵外心だけで言ったらばね、フィリピンとかベトナムの方がよっぽど態度悪いですけれど、そうじゃないんですよね。なんかね、彼らはやっぱりイスラム教以外の人間をね、って言ってもほら、中東の人って別にあれじゃないですか、こっちに来てね、労働してる連中はね、もうろくでもないですけど、そんなに宗教に入り込んでるっていうわけじゃない人たちは普通の人間のようなリアクションを取りますけれども、僕がね、先日接したね、清掃をしているイスラム教徒はやっぱりね、少しおかしいですよ。おかしい。この話をしても人にあんまりね、伝わらないんですけど、やっぱりね、他の外国人と比べてやっぱおかしいですよね。人として見てない。イスラム教徒以外を人として見てないんですね。だからそういう連中がですよ、宗教指導者的な立場でですよ、他のイスラム教徒に対してですよ、ね、ああ接するべきだ、こう接するべきだ、ね、土葬は守るべきだ、宗教的戒律は絶対に守るべきだみたいなこと言ってると思うんですよね。そうなっていくとね、私が接したね、イスラム教徒のようにですよ、ね、非常になんでしょう、イスラム教徒でしっかり戒律を守っているイスラム教徒以外の外国の人間はクソだみたいなね、態度になるんですね。人にあらずみたいなね。彼らにはどう見えてるんでしょうね。異教徒でしょうね。異教徒に見えてるんですよ。そういう非常に不愉快な思いをしましたけれどもね。無邪気にはしゃいでいるこの小さい女の子、5、6歳、4、5歳なのか5、6歳なのか、もうね、大人になったらね、ヒジャブをまとってね、いけすかない女性になるのかなと思うともうね、悲しくて胸が張り裂けそうでした。ネガティブもあるね。だから宗教って良くないでしょ。排他的ですよね。人に対して排他的なんで、排他的なくせにね、宗教を進めるわけですね。仲間になれみたいなね。でコミュニティを拡大してね、異なる宗教とぶつかったらね、戦争に発展させるんですよ、ね。
一つもいいところがないんですね。だから私はね、単純に世界は滅ぼしたいけれども、その前にね、宗教を滅ぼしてちょっとね、気分が良くなりたいんですね。とってもね、非常に不愉快ですね。そう、山上大先生のね、統一教会憎しの気持ちっていうのもね、そう、皆さん理解すると思いますよ。いずれ理解させられると思いますよ。いずれね、日本にこうやってイスラムの拠点とか増えていくとね、多分皆さん嫌な気持ちになると思いますよ。ということでね、宗教は絶対に滅ぼすべきであるということを私のエピソードも絡めてね、今日話をしてみました。そう。ではね、明日にも今日にも世界が滅びますように、ネガティブマンでした。